番じまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんの試験販売エヴァンゲリオン初号機を作る創刊号を紹介します。こちらは探索団の石上かーくんに送っていただきました。いつもありがとうございます。噛んじゃった。はい、汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機ビッグスケール完全保管モデルとなっています。144分の1スケールで、このアンテナとかは含まないこの頭、頭頂高が約 55.5 センチ、でかいですねのアクションフィギュアです。どんなギミックがあるのでしょうか。創刊号は490円ですが、総額はいくらになるのか、何号で完結するのかも最後に紹介します。探索のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークを中心に紹介しています。チャンネル登録、いいね、評価いつもありがとうございます。それでは早速大きさやギミック、特徴などを見ていきます。頑張っていきます。はい、まずは大きさです。原寸大がじゃーん、1ページ、2ページ、3ページ、3ページと4ページ目にちょっとかかってるぐらいの大きさです。これが原寸大。後ろ姿はこんな感じです。横がこんな感じです。めっちゃ猫背、綺麗ですね。ピカピカ。そしてこの高速ケージ、この高速ケージがここからここまであって、この高さが74センチ、幅が28センチ、奥行きが33センチになっています。でこれすごいんだけど、いろんな手とかね、パーツが後ろにすっきりと収まるようになっています。横から見るとこんな感じで、こちら自体は 55.5 センチしか書いてないかな。横幅とかは書いてない。でかーで、この赤いこのカシウスの槍、これが67センチだそうです。頭から出ちゃうね。でかい。細身ですね、細身。はい、どんな感じかというと、まず首のところが、ここが球体の関節になっちゃって細かく調整ができます。刃が3種類あります。胸のところが開閉します。パカッとここが開きます。この2つが。そして手首はこんな感じで動くんだけど、手首もこの球体があって動くし、それから8種類の手があります。ナイフ持つ手とか、槍を持つ手とか、銃を持つ手とか、それからこれはチョップだね、手刀って書いてある、ババチョップ。それから足のところは、ここら辺は足首のところとかは金属パーツになっていて、直立時の安定感が増す工夫になっています。他はね、そんなにどうなんだろうね。ダイキャストがどの辺使われてるんでしょうか。で、股関節は足を回す、広げる、前後に振る、かがむといった動きに対応する、全力疾走するシーンも再現できるそうです。で、かかとのところが何度45度くらい曲がります。それからここに電池が入っちゃって、電動ギミックがここでスイッチはどこかわからんけど、電池がここに入るそうです。で、この肩の上のところのパイロンが、ナイフが入ってるそうです。プログレッシブナイフ、格納されています。それから肩には腕を曲げたり
上げたり回したりできるようになっていて、武器を持って構えるシーンもかっこよく決まります。背中と腰にこのアンビリカルケーブルっていうこのなんか柔らかいやつが付属できるようになっちゃって、で、背中のソケットに装着できるようになっている、軟質素材、柔らかいそうです。肘とか膝も伸ばしたり曲げたりして美しい形状を保つことができるので、どんなポージングもできるそうです。すごいね。足首は4つの関節からできているそうで、クラウチングスタートのポーズもできるそうです。正座もできるんかな。正座は無理か。はい。じゃあ、光のギミック。目が光ります。2色、白と赤。リモコン操作で簡単に切り替えできます。この心臓みたいなコア、ここが赤く光ります。それからこの背中のエントリープラグハッチがウィーンとこういう風に開きます。これ動画ね見れませんでした。まだかな。はい、武器もいっぱいあります。これがハンド、手で持つウェポン、プログレッシブナイフ、ハンドガン、バレットライフル、ガトリングガン、槍はロンギヌスの槍、カシウスの槍がついています。このレアゴスティーニのエヴァンゲリオンは坂野亮さんという方が造形をされました。で、この坂野さんがこのエヴァを作るにあたって大変だったこととか難しかったこととかこだわったポイントなどが書いてあります。開発の道、それからエヴァンゲリオンの歴史ということで単行本ができて、コミックができて、テレビアニメ化して映画化していろんな映画をやりましたということで、エヴァの歴史プラスそんな時に日本ではどういうことが起こっていたか、日本じゃないな、全国、世界だな、世界でどんな動きがあったかっていうことが書いてあります。マイナンバー制度開始とか関係ある？そしてエヴァンゲリオンの作品紹介、テレビシリーズのエヴァ、劇場版シリーズのエヴァ、何年何月何日に公開したんだよとかそういったことも書いてあります。新エヴァンゲリオンは2021年の3月8日でしたね。マガジンは5つの章で紹介されています。1つ目にエヴァのトップギャラリーということで、いろんなシーンや原画、劇中のジオラマ、いろんなシーンのギャラリーと、2つ目に全4作のあらすじを写真とセリフで振り返ります。3つ目にキャラクターやメカ、背景の小物まで設定資料を掲載。4つ目にエヴァンゲリオンに関するグッズやイベント、コラボレーションなどを毎号1つ紹介してくれます。青森ねぶた祭りとか UCC のミルクコーヒー缶とか富士急ハイランドとか、そして5つ目は組み立てガイドになっています。創刊号のギャラリーは見開きでヤシマ作戦後の例のエントリープラグに駆け寄るシンジのシーンになっています。月がでかい。そしてシンジとミサトの出会いのセリフとストーリーが書いてあります。これ見るとだいたいその時の声とか BGM とかなんか自分で脳内再生されそうですね。いえ、僕の方こそ桂木さん、ミサトでいいわよ。改めてよろしくね。碇シンジくん。設定資料ギャラリーは碇シンジくんと桂木美里さんと垂直離着陸対地攻撃機の YAGR の 3B のなんか正面、横、後ろとかの絵が描いてあります。それから今回のエヴァンゲリオンに関するイベントなんですけど、 JR 西日本の新幹線、山陽新幹線の全線開業40周年とエヴァンゲリオンのテレビ放送開始20周年のプロジェクトということで、庵野秀明監督が監修した500タイプエヴァ、この新幹線が博多と新大阪間を1日1往復し
したそうです。でこれラッピングじゃなくて全塗装されているそうで、初号機をモチーフとしたカラーリング、未来からやってきた500系を意識してデザインを仕上げています。さらに1号車内には実物大のエヴァのコックピットがあってゲームも楽しめる体験ルームを設置。2号機はエヴァの世界観を表現した特別内装車となっていたそうです。車内のチャイムに残酷な天使のテーゼのオルゴールバージョン、車内放送も声優さんがアナウンスをされたそうです。期間中は連動するカフェや記念旅行商品の発売など企画されて期間限定だったそうです。あ、エヴァンゲリオンが残酷な天使のテーゼなんだ。わあ、そうなんだ。一気に欲しくなったな。はい、それではそろそろ組み立てます。今回はじゃん、おー、なんか細かいパーツがいっぱいあります。赤い槍みたいのと頭かな。応募券はここについてます。あ、この台紙エヴァだったんだ。ビリビリにしちゃった。こうか。赤。第1回目は頭部1とプログレッシブナイフを作ります。これロンギヌスの槍なんですけど、この箱からはみ出してて塗装が剥がれております。はい、だって全然入りきってない。それからこのヘッドパーツ、重たっ。金属ですね。重い。これも金属。こうなるんかな。これはプラパーツ。これもプラ。いや金属だな。この辺はプラですね。緑が3つ。このナイフブレード、これはプラ。これもプラ。プラっていうか ABS かな。それとなんか細かいパーツがあります。はい、パーツは全部ありました。でパーツはね、特に素材は書いてなくって、1個ずつパーツの名前がちゃんと書いてあります。で接着剤付き。はい、頭部から作っていきます。結構綺麗に塗装されてる金属です。ここに接着剤つけて、ではめます。ぴったり。そしたらここにこのピンをはめます。こっちの広いとこからやった方が簡単だ。磁石でパカパカって取れるようになるんですね。そしたらこれをここに仕込む。でこっち向きかな。ちょっと向きがトリセツではなんかこの丸がついてる方を上にするっぽいんだけど、全然入らないからこっちの何にも書いてない方を入れます。でその時に接着剤こっちにつけます。なんかトリセツではここにつけるって書いてあるけど、多分こっちにつけた方がいいと思う。こっちだ。こちらの金属パーツ、このコーンをこっち向きか、こうして違うな。剥がれた。こっちか。こうですね。これも接着です。はい、このフォーンっていうやつを結構ちょっと真ん中に接着剤つけちゃったけど、こっちら辺にスカート部分に接着剤をつけたら、短い方を下にして、これを逆さまにしてつける。はい、これで完成です。ここにね、赤いラインが入っちゃったり、緑のラインが入ってたり、細かく作られてます。これね、もうここ以外はダイキャストです。はい、次プログレッシブナイフ作ります。これとこっちが平らな方をこう合わせる。多分こう動くけん硬い方がいいんだと思うけど、入った。ちょっと削りカスが出てきました。はい、
これをこうかな、全然わからん。わかった、こうか、こうですね。これを合わせる。これは接着。出るのはいいんだ。ここがわざと出るようになってる。そしたらこれを引き出して、この穴が開いてる方をこうして穴に接着剤塗って、これで蓋します。おお、できた。そしたらここにこれを接着。おお、すごい閉まりましたね。だけどここちょっと全然隙間がすごかったんで流し込み接着剤したけど、これでギュッて留めるけんそこまでせんで良さそう。プログレッシブナイフができました。可動はこっちか。こう、すごいな。こう、おお、これは動くでいいんかな。かっこいいな。これで今回は完成です。ナイフが完成してヘッドユニットが完成です。じゃーん。いや、全体的になんかこう55センチ軽い感じかなと思ったんですけど、こんだけダイキャストが使ってあるんだったら全体的に重たくなるのかな。外装は結構ダイキャスト使うのかもしれない。結構いい作りだと思います。はい、2号以降紹介します。2号はロンギヌスの槍とパイロンと頭部を組み立てます。3号では頭部の続きとパイロンの続きを組み立てます。4号でロンギヌスの槍の続きと頭部の続きとパイロンの続きとパレットライフルが始まります。5号でパレットライフルの続きを作ります。お楽しみに。それでは気になる総額です。こちらのエヴァンゲリオン初号機を作るは全部で100号で完結となっていますので、約2年で完成します。金額は創刊号が490円、2から100号が1999円で、総額は19万8391円になります。金額はすべて税込み金額です。試験販売から全国販売になったら金額が変わることがよくありますので、参考程度にしてください。専用のマガジンケースもありますが、こちらは金額未定です。それからこの AT フィールドっていうのもあるんですけど、これは別で発売予定だそうです。こちらも金額は未定です。定期購読するとロンギヌスの槍、カシウスの槍に次ぐ3本目の槍として登場したガイウスの槍がプレゼントです。こちらはダイキャスト製で、これは初号機のスケールじゃなくて新エヴァンゲリオンで碇シンジが両方の手のひらに乗せたサイズ感になっているそうです。最近総額が20万円25万円超えが当たり前になってきてたんですけど、ここに来て20万円を切ったのでちょっとびっくりしています。おそらく全体的にダイキャストパーツを使ってないからかなと思ったんですけど、意外と使ってあったので、もしかしたらお得なのかもしれない。はい、それでは今回は地域限定販売のエヴァンゲリオン初号機を作るのギミック、総額などを紹介しました。続きが気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだんまた見てね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの習慣シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。
よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。